コケテラリウムの作品でよく使われる赤とか白とかピンクとかの可愛い葉っぱあるじゃん。小さい植物。あれフィットニアっていうの知ってた？てかさ、コケテラリウム作りたいんだけどフィットニアとかそろそろ使ってみたいなって思い始めちゃってんじゃない？でもさ、いろんな種類があってどれ選んだらいいか分かんないなって思ってない？だよね。だから今日はこの動画さえ見ておけばフィットニアのことがだいたい分かっからスペシャルということでお送りしたいと思います。ぜひ最後までチェックしてください。これでございます。皆さんこんにちは。西洋保険の苔見沢です。今日は冒頭にもありました通り、このフィットニアのねこといろいろ皆さんにねお伝えしていきたいなと思っております。こんなにあります。はい。でフィットニアって本当種類がいっぱいあって分かんないじゃないですか。でどれ選んだらいいか分かんないとか使ってみたいなと思ってるんだけどちょっとどれを選んでいいか分かんないなみたいな結構悩んでいらっしゃる方多いと思うんですよね。なので今日はこの動画でフィットニアのもう種類とかで育て方で使い方でメンテナンスの方法ですね、全部このフィットニアのことをこの動画でもうまるっと丸分かりできればと思いまして解説をさせていただきたいと思います。でこのフィットニアね、テラリウム作品で最近すごく使われるようになって、でテラリウムクリエイターの方とかですね、販売されてる方に言わせると、この作品の中にフィットニアを入れてるか入れてないかでこの作品の売れ行きが全然違うらしいんですよ。もう入れとくともうそのフィットニアを入れた作品から売れていくみたいな、なんかそれぐらいですね、このフィットニアのこの威力というか魅力はもう結構強いというか凄まじいですね。なので絶対こうフィットニアねまだ使ったことがない方とかはぜひ使ってみてくださいということで、フィットニアをね今日魅力をねバーンと僕はお伝えしたいなと思います。フィットニアなんですけれども赤系白系ピンク系があるんですけど、その中でもエンジェルタイガーウィスパーとかフォレストとかいろいろあるんですよ。なのでもう分かんないっていう感じじゃないですか。種類が豊富なんでね、はい、なので今日は系統とかその形とかの特徴とかも全部ねこのだからそういう風になってるんだっていうのをまず解説していきます。で基本的にまず最初にフィットニアってじゃあどういう植物なんですかっていうことなんですけれども、フィットニアはですね原産がペルーとかですね赤道に近いジャングルの中とかにある植物だそうです。で和名、日本の名前で言うとアミメグサっていうね名前らしいんですけれども、こうね見ていただいたら分かる通りこう網目になってますね。これね網目状になってます。ここにもちょっと置いときますね。なんかこの模様がですね網目状になってるこの模様がとても可愛いと、はい、こういう感じですね。こういう感じでですね葉っぱが網目状になっているのが特徴の本当に可愛い植物です。ジャングル、赤道直下に近いジャングルでペルーとかねそういうところで生えている植物なんですけれども、特徴としては暑さは結構強いんですよね。日本でもこう暑い夏の期間でも問題なく育つんですけれども寒さにはちょっと弱いんですよ。であとですね耐陰性といってこの明るい場所でも育つんですがその暗い場所でも結構ですね良好に育ってくれる耐陰性がある植物なので、こういったテラリウムとかその苔とかもねその暗い場所日陰とかで育つじゃないですか。なのでその暗い場所でも問題なく育つで多湿にも強いということでこのテラリウムと相性バッチリのほんとちっちゃい植物なんですね。でホームセンターとかでもフィットニアって結構売られてるんです。鉢で売られてたりとかするんですけれども、でフィットニアと基本的には同じ種類なんですが、この西洋コケ園で扱っているものとかテラリウムで使われているフィットニアっていうのはこの小型化するような品種改良をしてで大きくあんまりなりにくいようなそういう
種類のフィットニアをテラリウムでよく使われていますっていう感じです。テラリウムの環境だとですね、結構成長がゆっくりで、苔とかそういうシダとかと一緒にこう育てても育てやすい植物なんですね。で、こう色もねこう入ってテラリウム作品をすごい華やかにする演出をしてくれるんで、フィットニアっていうのが最近すごく人気が出ている植物です。フィットニアだけで育ててもいいですし、こう添えていただくだけでもめちゃくちゃいいなと思います。で、あと育て方とかね、使い方とかもいろいろお伝えするんですが、まずは種類押さえていきましょうということでご紹介していきます。まずね、白系から見ていきましょうか。白系ね、これだけあります。こっちからウィスパー、これがフォレストですね。でタイガーですね。でエンジェルです。これ4種類ですね。ウィスパー、フォレスト、ホワイトタイガー、エンジェル、この4つです。ちょっと見ていきますね、一個一個。まずミニウィスパーいきます。ミニウィスパーですね。これです。ミニウィスパー、こう置きますね。はい、これミニウィスパーはですね、こう網目が細かい白系のフィットニアになります。網目が細かいですね。で、丸い葉っぱなのかなっていう感じですね。はい。で、続きまして、フォレスト。いきます。フォレストですね。フォレストは森。フォレスト。これですね。はい。フォレスト。フォレストですね。はい。フォレストは、ウィスパーと比べて、網目がね、さらにちょっとこう強いというか、ほとんどむしろ白に近い感じなんですよね。で、緑の方が少なくて、ちょっと葉っぱが尖ってるような感じが特徴のフォレストです。はい。続いてタイガーですね。ホワイトタイガー。フィットニアグリーンのホワイトタイガーですね。はい。ホワイトタイガーはこんな感じですね。タイガーって言って虎の網目みたいな感じの意味でタイガーなのかな、っていう感じです。はい。で、続いてエンジェルですね。エンジェル、ホワイトエンジェル。エンジェル。こういう感じですね。エンジェルは天使っていう意味ですよね。なんかこう天使の羽のようなイメージなのかな。こう筋が結構はっきりしていて、こう規則性を持ったこう羽のようななんか印象があるかなというのが僕の個人的な感想です。はい、で白系はこの4つですかね、今あるのは。はい。ちょっと並べてみましょうか。でこの中でもホワイトエンジェルかな。なんかね、このフィットニアの中でやっぱりその品種によって強い弱いの品種があるみたいなんですけれども、で基本的にはどの品種もフィットニアって強いんですよ。ですけれども中でもこのエンジェルがなんか一番強いよっていうふうに言われてるみたいです。頑丈らしいですね。でこれもあとはね、葉っぱも印象なんでね、好みなんで、もうどれを選ぶかは皆さんね好み次第ということでいいと思うんですよね。全部使ってみてね、どれがこう好みかっていうのもね選んでもらってもいいかなと思います。続いてじゃあ赤系いきましょうかね。赤系のフィットニアこんなにありますけれども、はい、こっちはピンクスペシャルですね。うちではちょっとこう紅っていうふうに勝手にネーミングつけてますけれども、紅ですね。ちょっとこうシンクな感じです。でここがですね、フィットニアレッドエンジェルですね。赤いエンジェル。これがフランムールといって、ちょっと独自の名前になってますけど、フランムールですね。あと他に赤系で言うと、以前ねフレームとかあったんですけれども、その栽培されてるブリーダーさん
のその時の状況によってその流通してるその品種って微妙に違ってくるので、まあそういうのあれば流通しますし、なければ流通しないっていうね、そんな感じなんだと思います。はい。じゃあ赤系のちょっと個別にいろいろ見ていきましょうか。これピンクスペシャルですね。はい。まあ赤系といっても赤系とピンク系2種類あるんですけども、今日はねもう赤とピンク一緒にご紹介しちゃいます。はい、これがピンクスペシャルですね。はい。本当にね、真っ赤っかな品種ですね。で、これ作品もね、それぞれまた映像を挟みながら印象をね見てもらったらと思うんですけれども、これはね本当に華やかですよね。存在感もあっていいかなと。スペシャルっていう名前だけあってですね、本当にスペシャルな存在感かなと思います。続きましてピンクタイガーですね。ピンクタイガー、こちらです。ピンクタイガーでございます。ピンクタイガー、まあピンク、白とピンク、薄いピンクっていう感じですかね。これもすごく可愛らしい印象ですね。で網目もやっぱタイガーなんでこう虎の網目のようなそういう感じですよね。っていう感じです。とても可愛いですね。ピンクタイガーと続きまして赤系レッドってついてるやついきましょうかね。これがレッドエンジェルですね。はい、こういう感じ。レッドエンジェルです。ホワイトエンジェルとエンジェル系ってここにもねありますけれども、エンジェル系ね、ホワイトエンジェルと比べてみましょうか。やっぱり網目がエンジェル系なんでこうやっぱりこう網の筋がはっきりくっきりしてるんですかね。でやっぱり羽のような印象ですよね。なのでエンジェルなんでしょうね。はい。っていう感じです。でピンクのエンジェル系ですかね。はい。これもすごく可愛いですね。で続いてフランムールいきましょうか。これはもう赤系の真っ赤な、はい、こういう感じですね。フランムール。はい。これフランムールですね。フランムールもね、本当にこう赤の筋がすごいくっきり強いフィットニアですね。でこれも作例もねちょっと挟みながらご紹介しますけれども、こういう感じの印象です。フランムールも可愛いですよね。いいですよね。じゃあちょっと赤系ピンク系並べてみましょうか。またはい、こういう感じですかね。フランムール、レッドエンジェル、ピンクタイガー、ピンクスペシャルという感じです。はい、皆さんどれがお好みでしょうか。白系もちょっと並べてみようか。はい、こういう感じですかね。それぞれ並べてみました。皆さんどれがお好みですかね。はい。どれも本当に可愛いですね。はい。という感じなんですけれども、でフォレスト、タイガーがね今ありますよね。タイガー。エンジェル、タイガー、エンジェルですね。タイガー、エンジェル。タイガー、エンジェル。タイガーの方が網目がすごいくっきりしてる。でエンジェルがこう網目がより細かいって感じですね。で白系ウィスパーがさらに網目がこう強くて、フォレストになるともうほとんど白っていう感じです。でフランムールと
ピンクスペシャルですね。こんな感じですね。タイガー、エンジェルは赤白共通な感じ。で、あとはそれぞれ独自の個性があるっていう名前がついてるっていう感じですかね。はい。で、さっきホワイトエンジェルが一番強肩な種っていう風になってるよっていう話したんですけれども、割とですね、どの種も強いんですよ、フィットニアって。で、使い方のところでもご説明しますけども、根っこ切っても、また生えてくるみたいな。それぐらい強いんで。ですが、中でもエンジェルが、一番、このフィットニアの中で一番強いっていう風に言われてるみたいですね。で、うちで使ってる感じはですね、どれも一緒かなっていう感じですね。差はよくわかんないです。どれも強いっていう感じです。はい。で、じゃあ使い方をちょっとご説明していきますね。使い方は植え方なんですけれども、引っこ抜いて、で、ボールでね、ザーッと洗って、で、根っこが長い場合は根っこをちょきちょきカットして、で、場合によってはですね、もう根っこをもう全部いらないっていう方もいらっしゃるぐらいです。根っこ全カットして挿し木のように感じで植えていく。植えやすいじゃないですか。根っこがあるとちょっと植えにくいんですけど、根っこないと植えやすいので、それでカットして植えていくっていう人もいるぐらいなんですけれども、僕はちょっと残せるんだったら根っこちょっと残します。僕はね。で、残さなくて植える場合もあるんですけど、例えば折れ曲がってね、ピュッてなってる時とかは、もう根っこないところでパチンと切って植えたりとかしますけれども、それでも全く問題ないですね。こんな感じで気軽に使ってください。もう本当にね、ほとんど枯れる心配がないぐらい強いです。続きまして、育て方です。育て方なんですけれども、テラリウムで育てる場合っていうのは、水やりとかはね、普通に他の苔とか植物と一緒のタイミングで霧吹きで水あげるっていう感じで OK です。で、テラリウム容器はね、やっぱり湿度が保たれるので育ちやすいんですよね。なので育てやすいかなと思います。そんなに何か特別にフィットニアに対してケアしなきゃいけないっていうことは特にないです。普通に霧吹きで同じタイミングで水をあげていくだけで OK です。耐陰性があるっていうふうに言いましたけれども、割と暗い環境でもフィットニアは丈夫に育ってくれます。で、明るさの目安で言うと、うちはこの養生している環境で言うと600から800ぐらいの白色 LED ですね。で、ずっと保管してますけれども全く問題ありませんっていう感じです。で、逆に強すぎたりとかすると、葉焼けしたりするっていうことがあるようです。直射日光レベルの明るさはちょっとまずいかなと思います。それは他のテラリウムで育ててる苔とかとも一緒なんで、合わせておいてもらったら大丈夫かなという感じですね。育ち方、伸び方なんですけれども、これも結構ゆっくりなんですよね。この植え込んでる土の栄養状態によるんだと思うんですけれども、西洋苔園のねテラリウム専用のベースソイルっていうのは苔の方に最適化されたその栄養バランスって考えてブレンドしているんですけれども、テラリウム専用のベースソイルとかであればもう本当に成長はゆっくりです。でも別に育たないわけではなくてゆっくり育っていくっていう感じですね。で、伸びすぎるっていうこともあんまりないですっていう感じです。ただ、半年1年育てていくとやっぱりねちょっとずつ伸びていくんですよね。伸びてきてちょっとバランス取れなくなったなと思ったら、カットしてもらって、でそのカットしたのまた刺してもらったらまたそれで使えます。で、増やせますんで、もしね伸びてきたなと思ったらちょうどいいところでカットしてもらってで植え込んでもらったらと思います。増やしたいなと思ったらまたトリミングしてもらってカットしてもらって挿し木スタイルでどんどん増やしていってもらったらと思います。そういうフィットニアもねそういう増やしながら楽しむっていうのもね一つ手かなと思います。育て方で一つ注意がありまして、フィットニアなんですけれども暑さには強いって言いましたけれども冬の寒さに弱いんですよ。で、10度以下15度から10度ぐらいの気温以下になってくると葉が溶けてきたりします。で、溶け株って僕は言ってるんですけれども、ちょっと見ましょうかね。溶け株がどんな感じか。こういう感じで、ちょっとこれ溶けてるの分かりますか？溶けてる。こっちもちょっと溶けかけてるんですけど、また復活してますね。で、うちの環境では、冬はですね、
15度以下になると暖房がつくようにして、で、23度ぐらいになるとエアコンが止まるようにしています。なので15度以下にならないように、このアトリエは冬気温維持してるんですけれども、冬場は全く問題なく溶ける株もなくなったんですけれども、これ植え付けてる作品とかもですね、真冬はちょっと15度以下になると元気がなくなってきたりとか、あと株がちっちゃくなってきたりとか、で葉っぱが落ちたりとかっていうような症状になります。で、なんとかね、冬越してくれればいいんですけれども、ちょっと調子が悪いとか溶けてきそうな気配があれば、暖かいところにですね、なるべく置くようにしてもらったらなと思います。なので実はですね、この冬の寒さは結構ね、弱いんですよね。で、テラリウムで使うシダとか苔は寒さに強くて、むしろ苔はね、寒い時の方が元気なんですけれども、フィットニア使うとですね、この作品の冬場の管理がちょっとフィットニアに合わせなきゃいけないので、ちょっと難易度が上がってくるなっていう感覚はちょっとあります。そこだけちょっと注意かなという感じですね。それが育て方のポイントかなと思います。で、あとは保管の仕方ですね。うちはですね、こういう在庫でこういうふうに持ってるんですけど、普段はですね、こういうコンテナに入れて LED の照明がついてる棚に置いてですね、腰水管理みたいな感じでやっています。これで全く保管も問題なく、明るさだけですかね、ちゃんと LED とかで照明で対策してもらったら、問題なく保管できるかなと思います。冬場の寒さだけですね、注意してもらってっていう感じですね。じゃあ最後にまとめをいきたいと思います。という感じでですね、フィットニアの徹底解説ということで解説させていただきました。ぜひね、この動画を参考にしていただいて、お好みのフィットニアをね、見つけていただいて使ってもらったらなと思います。テラリウム界隈では、最初にも言いましたが、この作品にですね、このフィットニアを入れるか入れないかで、売れ行きが違うというぐらい、このフィットニアの威力結構絶大なんですよ。なので本当にこの1本フィットニアがあるだけでですね、この作品の華やかさが全然違ってきますんで、異次元に変わっていくんですよね。華やかさが本当に可愛くて本当に人気なので、ぜひ使ってみてください。で、この作品の彩りにぜひフィットニアをねご活用いただいて、テラリウムぜひ楽しんでもらったらなと思います。はい、今日はこのコケテラリウムによく合うフィットニアですねのご紹介をさせていただきました。ぜひね、フィットニアチャレンジしてみてください。すごく簡単なんでね、育て方も。はい。では、そのような感じで今日は終わりたいと思います。はい。最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。またね、なんかご質問とか、こういう疑問とかテラリウム関係でですね、なんか教えてくださいとかあれば、お気軽にコメントください。はい。それではですね、はい。ありがとうございます。また動画見てください。失礼いたします。